さて、アクション RPG とリアルタイムストラテジーが融合した作品がついに正式版発売とのことで、このゲームは買いなのか、今回はダーフォールの紹介を行います。こちらヒーローを動かし敵を狩りつつお宝を得てキャラを強化するさなか、拠点を作り敵の襲撃に備えるゲームです。ベースはよくあるリアルタイムストラテジーです。伐採や採掘を NPC に自動的に行ってもらい、資材が溜まったら新たな施設を作成します。防衛用に強固な壁を作るのも良いです。また労働者を増やせば資材回収がはかどるし、兵士を作れば基地の守りやプレイヤーと一緒に連れて行き戦力にできます。ただし人を増やすとそれだけ食料など消耗するものも増えます。どれだけどこに何を注ぐかのリソース管理が重要なジャンルでもあります。また拠点は作れますが、リアルタイムストラテジーは大抵使い捨てです。敵を撃退するために一時的な防衛施設を作ります。クリアしたらまた別のステージで作るを繰り返すゲームです。ということから初めはハードルがちょっと高めのジャンルでもあります。何をどう作ったらよいかもたもたするし、また次のステージも同じことをするのかと及び腰になってしまう人もいることでしょう。ただしリアルタイムストラテジーは繰り返すことで学習できるゲームでもあります。次作るときは前回の経験が生きるため、より素早く効率の良い拠点が次第と作れるようになります。よって同じマップを何度も繰り返して遊ぶのも一つのリアルタイムストラテジーの楽しみ方です。ゲームによっては実績が用意されており、達成するとパッシブ能力で強化が行えたりします。それにより次は前回よりもより良い結果でクリアでき、それがやりがいにつながります。ここで今作ダーフォールの特徴は、リアルタイムストラテジーにアクション RPG の要素が加わっている点が挙げられます。まずリアルタイムストラテジーは待ちの時間が発生することがあります。極めると 0. 何秒を競うみたいなシビアなゲームにもなってきますが、それは超上級者の世界の話です。大抵は何か操作を持て余すため早送りして資材が集まるのを待つなんてことが往々にして発生します。その待ち時間でこのゲームダーフォールは主人公のヒーローを動かし周りを探索できます。そこらには敵や動物、あるいは宝箱が湧くため倒して報酬を得られます。中にはレアリティやランダム性能のついた装備も入手できます。簡単なセット効果もあります。他にも拠点強化用、あるいは強い兵士を雇うためのアイテムがドロップすることもあります。今までリアルタイムストラテジーは次何を作るかを全力で考えていましたが、そこに昔ながらのアクション RPG 要素をぶち込んでしまったわけです。アクション RPG に拠点作成要素が加わったと考えると、できることがそれだけ増えたわけですから、面白さが純粋にアップします。もちろんキャラクターは経験値をため、レベルを上げ強化できます。定番のスキルツリーもあります。キャラが強くなればそれだけ敵も倒しやすくなるし、拠点の強化にもつながるという一石二鳥なゲーム性です。自分の作りたいキャラビルドに合わせた装備を集めつつ、最後のクリアを目指すゲームとなっております。自分で攻撃する用のスキルから味方を強化する用のスキル、あるいは戦利品が倍増するといったトレハン用のものまで用意されています。ここで今回はキャンペーンモードを主に遊びましたが、多分従来のアクション RPG が好きな人はサバイバルモードの方が面白いのかなと思いました。キャンペーンモードはチュートリアルを兼ねており、レールに沿って遊ぶ感が強いです。ヒーローも途中で切り替わるっぽいです。サバイバルモードはストーリーはないし、いきなり何をしても良いです。ヒーローも全てアンロックされています。マップは多分固定なので、まずはどこを探索すれば良いか覚えることからです。敵の集団には序盤から勝てません。またイベントが発生する場所もあります。これらをうまく無駄のないルートで回り、効率よくキャラ育成をできたら、よりクリアがしやすくなります。それとマップごとにクリア条件など異なりますが、多分全マップに時間制限はあるのではと思います。日にちが過ぎるごとに敵の襲撃も激しくなります。主に夜に敵が攻めてくるタワーディフェンスが始まります。いかにうまく昼間で探索し、ヒーローを強化し、より良い防衛施設を素早く作り、思うがまま敵を撃退できた時が、この作品を一番楽しいと感じられる時でしょう。ちなみに今後エンドレスモードの追加も予定されています。デモ版ではサバイバルモードがエンドレス風でしたが、製品版では1ステージクリア後、好きなステージを遊べるようなモードになっています。同じステージを繰り返し遊べるかはまだ未確認です。
エンドレスの場合は続く限りものすごい拠点作りができそうでもありますが、資源が有限なので、ここら辺どう調整がなされるかとなります。そしてこちら Steam での発売日は2025年5月8日で価格は2380円です。アクション RPG に加え拠点作りも楽しんでみたい方や新たなリアルタイムストラテジーを遊んでみたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ダーフォール。キャンペーンモードにサバイバル。じゃあキャンペーンモード遊びましょうか。第1章。これがワールドマップですかね。これからは違う場所にも行けるようになるんですかね。闇の覚醒。主人公の選択？今んとこ選べるのはこの魔導士かな。エルドリン。これがアビリティであると。設定。バックストーリーが読めるんだね。難易度。ミディアムでいいかな。コントロールプリセット。ヒーローにフォーカス。もしくは、どっちがいいんだこれ。いつでも変更できるんで。左でいいかな。そう、オープニングムービー付きで。日本語字幕ありますね。さあ、始まった。まずは先ほどの主人公ですね。どこの山脈にたどり着いた。WSD で移動。お、移動ともいきやカメラか。プレイモード中に、なんだってで、次は Z と X でカメラ回転。回転。さらにマウスホイールでズームイン、ズームアウト。結構ズームアウトできますね。左で建物を選択？もしくはユニット。で、右クリックで命令を出す。別の位置に移動させる。なるほど。キャプテンソーンを探す。開始。北東にあるようだね。向かいましょうか。どっちいろいろあるけど。これまでいいのかな。こんな旗燃やしてやろうと。ライトクリックしてみたところ、攻撃して、ね、敵が出ましたね。よし、あと攻撃しろ。いけ。今んとこ特に技はないのかな。だいたい4発ぐらい倒しましたね。さすがアイテムをしてるよ。戦利品ですね。古来よりあるアクション RPG。レア度プア。一番弱いのかな。コモンよりも。ライトクリックで装備できる。レジェンダリーとかあるんですかね。これも破壊できるのかなあ、できそうだね。壊れた。じゃあ移動しよう。こういうとこクリックすれば勝手に障害物を下げてくれるのかな。で、移動すれば先がどんどん見えてきますね。なんかいるぞ。動物みたいのが。ああ、動物がかかって死んだ。肉とか取れないの。キャプテンソーン。これは味方かな。プレイヤーかかんのかな。あ、大丈夫っぽいね。あ、破壊できるよ。破壊しちゃっていいのこれ。なんか見つけた。知識の書。パークポイントもらえる。使ってみた。パークはパークポイント。これじゃないの。こっちか。どれを取るかですが。やはり攻撃能力かな。魔法のダメージアップ。取れませんね。2ポイント必要。現状は何も取れないんだ。お宝が2倍になるみたいなのありますね。ヒーローまたは部隊を選択し、コントロール、プラス1、コントロールグループを作れる。こうか。これでコントロール1。まとめて動きますね。F5 でクイックセーブができる。早速 F5 を押してみよう。あと早送りありましたね。敵か。ちょっと、早送りすると戦闘が。これスライムか。みんな強いようだね。あっという間に倒してくれる。そしてレベルアップ。まずは取ろうアイテムを。これを装備して、回復魔法を取りましょうか。生命の降臨。クールダウン10秒。そしてパーク。攻撃速度。こっちの方がいいかな。うん、こっちにしよう。魔法使えるかな。範囲魔法だね。これで回復できると。あ、とどまることで回復か。魔力もじわじわと回復するのかな。これは回復できるのかな。回復の泉。さあ、ゆっくり休むんだ。さらに私の魔法もかけてやろう。オンボロバッグ。これの効能は、インベントリ増えましたね。インベントリサイズプラス3。初めのミッションクリアした。最初からやり直せんのこれ。やり直すとどうなるんだ。このキャラで継続して遊べんのかな。初めは特に拠点作る要素ありませんでしたね。
次は、これかな？破滅への道。遊ぶごとに選ぶようだね、難易度。まずは木材作業場。木材作業場。とりあえずここにいれば回復すると。これだね。このゲームは物資が有限でしたね。いつかなくなる。とりあえずここでいいかな。作ってみた。建築が完了するのを待ちましょう。労働者を雇う。これ。クリックしてみた。作業場に割り当てる。これプラスか。ヒーローでも木を切れます。切ってみよう。あ、これに切るか。よっこいしょ。ヒーローは資源を集めるたびに少量の経験値を獲得できる。伐採や採掘も無意味ではないんですね。キャラクターの成長につながる。ヒーローのインベントリに資源が追加された？木材がありますね。これを本拠地に運ぶと。この円に入りゃいいんだ。次は家を建てる。労働者を雇うためには。これを好きな場所に作りましょう。敵は上から来んのかな？じゃあ下の方がいいんじゃないかな。まずはここだ。あまり隣接はできないようだね。労働者雇える？雇えそうだね。労働者雇うにはコストは何が必要なんだこれ。マナーオーブに食料かな。ヒーローで労働者を激高する。労働者の近くに移動すると。緑アイコン。10秒間激高する？移動してみよう。10秒間。これすでになんかついてるように見えるけどね。緑アイコン。で、ヒーローは収穫活動するのにこのマナゲージ使うっぽいね。マナの量も重要だな、じゃあ。現在の資源は画面左上ですかね。これは石材。石材を加工してレンガにすんのかな。次はランプ。これは暗闇で明かりを灯して建築可能な領域が拡張されると。現在のこの青色が範囲だ。暗闇にいると味方のユニットの作業速度が低下するんだ。戦士も弱くなる。次は戦士を訓練する。兵舎を作ると。ユニットを雇う。まずは槍兵。すべての修理ボタン。何か壊れている？どれが壊れてんだ？何が壊れてるかわからないが、修理してみた。あ、不要な武器を解体しましょうって話か、これは。敵が来るぞ。解体して鉄鋼製ができた。ああ、やっぱり穴から攻めてくる。いけ、やりけ。お前任した。撃て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 。おら。さあ、今のところ敵は2体。味方やられそうだが、回復していく。あともう1体。撃てー。第一陣は問題ありませんでしたね。倒したことで何かを得た。なんかもらえるようだね。見習いの帽子。レア度ナイス。能力が3つついてるようだね。アーマーセット。セット効果があんの。頭部、胴体、足。すべてに同じ種類のアーマーでボーナスが付与されると。軽アーマーセットが魔法ダメージ。で、我々2人でちょっと上の方行ってみましょうか。何かあるかもしれない。右に道があるね。上は多くは守ってる。洞窟かな？ネズミがいる。奴を倒そう。おら。やれそうだな。一人やられそうだけど。ああ、ファイアボールが背景にぶつかってしまった。あともう一人。頑張れ。やれる。お前ならやれるはずだ。やったー。さあ、お宝発見。あとは弓。アーチャーユニットを雇えるのかなこれで。これはなんだ？肥料。あとなんかあるね。クワみたいな。農場に追加すると農業者の作業速度が上がる。こういうアイテムがあるのはいいね。冒険により見つかるのは。これなんだこれ。矢印。兵士が作られたらここに移動しろみたいな命令か。さあ、ついに残り5分かな。主人公キャラ来ましたね。あるな。おー、あれこれクリア？なんとクリアしてしまった。また同じマップで遊ぶ場合は、さっき倒せなかったオークとかね。そうすれば倒しに行ってもいいんだろうね。いきなり。プレイヤーキャラ強いから。あとはサバイバル。マップは前のステージをクリアすることでアンロックされる。
南に進むほど敵が強くなる。サバイバル条件も過酷になる。はじめはここから始めんの。あ、サバイバルはいろんなキャラ選択できますね、いきなり。キャンペーンモードの主人公がいないよ。逆に。サバイバルモードの概要。本拠地から始まる。ここが落とされるとゲームオーバーである。落とされない限りずっと遊べるってやつですね。で、昼間に建築と探索。夜はタワーディフェンスですね。すべてのポータル破壊か。これが勝利条件。このマップでの。初めから作れるものも多いね。早速なんかあるよ。お宝だ。さあ、物資を回収。レア度ナイス。アシスロット。ここが手強いな。ちょっと無理か。ここにもお宝。お宝リスポーンしましたっけ？生贄、資源。あわん、手切る。これはなんだ？壊せる。壊したら、素材を入手。ブーツ。これは魔法用かな。さあ、レベルアップ。さらに報酬。なんか返した。歪んだ守護者。西にクエストが発生しましたね。呪われし樹木。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。